こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。僕たちの仕事はどうしても葬儀社の担当者の方と打ち合わせることが多いです。直接一般のお客様と顔を合わせて話をすることが少ないので、少しでも聖火祭壇の魅力を一般の人たちにも知ってもらいたいと思っています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。前回と前々回の講習で菊のインラインとアウトラインについて説明をしました。今回は菊のグラデーションについて説明していきたいと思います。今回の講習でこのパーツを一つ作れるようになると思います。菊のグラデーションとは、大輪の菊、スプレー菊、小菊の3種類を使って濃淡をつけていく技術のことです。このパーツでいうと、菊のアウトラインとインラインを引いたこの中のことを言います。菊のグラデーションはこれ以外にもあるんですけども、一番メジャーなこのパーツを使って説明していきたいと思います。グラデーションを作るときは、どこが一番濃くてどこが一番薄いかをイメージしながら作ることが大事です。一番濃い部分から中間になり、一番薄くなっていくところをイメージしながら刺すことが大事です。またその時の在庫の分量の割合によっては、このグラデーションの割合も変わってきます。前回の講習でも言ったんですけども、花にはそれぞれ同じ花の種類でも個体差があります。大輪の菊に関しては開き方や首の向きなどが違うことが多いですが、スプレー菊や小菊はその個体差の差がとても激しいです。このスプレー菊で見ていくと、このように密集しているスプレー菊や、逆に花と花が離れていて隙間の空いているスプレー菊もあります。また大輪の菊と同様に開き方にも個体差があります。適材適所を考えながら刺していかなければなりません。例えばこのように密集しているスプレー菊は、少し加工をしてあげるだけで中間にも入れることができます。小菊にも同様のことが言えます。しっかりと花の形状を理解して適材適所に使うことを心がけましょう。基本的には菊の濃い部分から作っていきます。その中でも一番菊が密集しているこの上の部分から作っていきましょう。これは祭壇を上から見た図面です。オレンジがアウトライン、水色がインラインになっています。このアウトラインとインラインが離れていく三角形の部分がとても大事になります。グラデーションがしっかりかかっているかどうかは、菊の一番濃いところと一番薄いところの差が大きければ大きいほどかかっていると言えます。そのためこの黄色の部分がしっかりと真っ白になっているかがとても重要になってきます。ここにスプレー菊を入れる方もいると思うんですけれども、僕はここのスペースには大輪の開いた菊を入れることをお勧めしています。僕は開いた菊が多いときはこの辺まで全て大輪の菊で埋めることが多いです。この三角形の部分が終わったら、次はスプレー菊を入れていきます。この濃度の濃い部分のスプレー菊を最初に入れていきます。濃度の濃い部分にスプレー菊を入れるときは、こういった密集したスプレー菊を使った方がいいと思います。次にこの中間部分のスペースを埋めていきたいと思います。実はここの部分が一番グラデーションの難しい部分になります。この一番濃い部分と一番薄い部分をつなげなければいけないからです。この濃い部分に関してはいつも同じなので良いと思いますが、この薄い部分の中でも最も薄い部分、この部分は花材によって左右されることがあります。スプレー菊や小菊が全部咲いてしまっていたり、小菊が手に入らないこともあると思います。そういったことを考慮すると、ここの一番薄い部分というのは花材によって左右されると言えます。
先にここの部分にポイントを打っておくことも良いと思います。そういったことを考慮しながら中間部分を作っていきましょう。刺す順番はインラインに沿って順に刺していくといいと思います。たまにこういうように横にスプレー菊を刺していく方もいると思うんですけれども、僕はあまりお勧めしていません。なぜお勧めしないかというと、こういうように境界線が見えてしまうことがあります。あくまでグラデーションは自然な形でぼやけるのが理想だと思うので、できる限りインラインに沿って作っていくのが理想だと思います。この中間の部分が一番スプレー菊を加工して作ることが多いと思います。花が密集しているスプレー菊や咲きすぎているスプレー菊は何輪か花を取って花と花の隙間を作ってあげることが大事です。最後に一番薄い部分の説明をしたいと思います。中間まで終わった写真がこちらになります。最後は小菊を入れる人が多いと思いますが、ただ小菊を入れればいいというわけではありません。特に市場から来たばかりの小菊はほとんどがつぼみです。この中間地点の境目の部分のスプレー菊と同じ濃度の小菊はなかなかありません。なので中間と薄い部分の境目に小菊とスプレー菊を両方混ぜるスペースを作ります。そうすることによって自然なグラデーションができると思います。また咲きすぎている小菊などは余計な花を取ってあげて花と花の隙間を作り、この部分に入れたり、僕は咲きすぎている小菊をそのまま利用してインラインのすぐ横に使ったりもします。こういったようにグラデーションはその花の特徴をしっかり理解して適材適所に入れてあげることがとても大事になります。アウトラインやインラインははっきりとした線を引くことが大事ですが、菊のグラデーションは逆にはっきりとした境目を作らないことが大事です。グラデーションをきれいに作るためには、しっかりと花の形状を理解して余計な花や小枝は取り、しっかりと花を加工して作ることがとても大事になります。またグラデーションは近くで見ているとわからないことが多いので、後ろに下がって感覚を確認することがとても大事になります。前々回の講習でも言いましたが、適正な目線で作ることも忘れてはいけません。これでグラデーションの説明は終わりにしたいと思います。次は段と段の境目について説明していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。